宮崎のチキン南蛮を作る上で大事になってくる材料がこちら。丸大豆醤油、酢、砂糖。これを角煮を作る感じと同じ比率でいきたいと思います。チキン南蛮の南蛮酢は甘ければ甘ければ甘ければ、チキン南蛮の酢は甘ければ甘いほどうまいって宮崎県の友達が言ってたやつさ。酢、ちょっとこれ砂糖を溶かして南蛮酢として使うんだったらこのままでも OK なんですけど、今回はこの豚の角煮を煮込むので水で薄めたいと思います。角煮を作る時の魔法の比率、各調味料1に対して水を4から5ということで、今回は調味料を100ずつ入れたのでだいたい 400g の水。足りない。そう3時間茹でた豚バラ肉イン。今日は宮崎県だから2本入れましょうね。加熱強火。ちょっと砂糖を溶かす感じで、金秀で買ってきた玉ねぎ、金秀で買った玉ねぎきれいに剥きましょうね。半分だけ使おう。残りをラップ。沸騰してきたらデージ弱火。このくらいのボコさ加減をキープしながら蓋を落とす。熱っ。1時間タイマー。ブンブンチョッパー。処刑開始。処刑してきますね。入れすぎ注意。タルタルの玉ねぎはどちらかというと粗みじんよりもこういうね細かみじんの方がいいかもしれん。耐熱容器に入れる。このまんま食べてもいいんだと思うんだけど、玉ねぎの辛み成分のアリシンだのキヨノシンだのよくわからんけど、そういうなんか辛み成分があるので生ではちょっと辛いですよ。なので玉ねぎを電子レンジでチンして加熱してあげます。電子レンジで3分。待って、嘘でしょ。10時58分。待って、髪切る予約が11時からなんだけど、あと2分で着くわけないだろ。あ、すいません、こんにちは。自分今日11時から予約してた移住なんですけど、すいません、ちょっと今5分ぐらい遅れるんですけど、すいません、大丈夫ですか？すいません、ご迷惑をおかけします。すぐ向かいますんで。はい、失礼します。ということで10分遅刻しても大丈夫だね。ダメだろ。玉ねぎの水分抜く。これでタルタルがゆるゆるにならなくて済む。タルタルソースのゆで卵を作っていくんですけど、これは押しピンがついてて、ここにピシュってやるだけで穴が開くわけさ。うりうり見たらわかるからね。このちっちゃい穴が沸騰したお湯に卵イン。立ちなでいいよ。8分。オッケー。これはやばい。これデージやばいやつさ、見てごらん。プル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 。頼む、向けててくれ。頼む、向けてくれ。頼む、向けててくれ。うおー、来た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 。来たやつだこれ。来たぜー。みんな。行くぞ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 お前ら。行きまーす。せーの、ズル向けです。ツルッツルに向けた。断面積を求めます。おー、ほぼ黄身じゃん。めっちゃ大当たり。で、今日は2種類のタルタルを作りたいと思うんですけど、マヨネーズ検視、ケチャップ、苦いレモンの匂い、玉ねぎ、佐藤俊也くん、粉胡椒ね。これは輝いてる。下味見いただきます。うわ、うまっ。次はチータルを作っていきたいと思います。一刀両断、仙道魚住福田の3トライアングル。双子だ。
チーズソース。佐藤俊也くん。入れすぎた。長澤くん。ブラックペッパー。粉、胡椒。ちょっと味見してみよう。うまっ。でもちょっと甘い。じゃーん。2種類のタルタリ完成でーす。さて、確認の様子をご覧くださいませ。いや、これはやばい。これだけだったらただの豚の角煮南蛮なんです。ここからちょっとだけ焼きます。これなんてほとんど油だからさ、表面を焼いてカリッとさせることで物理的耐久性を高めます。あと、この砂糖が表面が焦げるんですよ。メイラード反応、カラメル化みたいなことを起こしたいんですけど、それを目当てにします。いきます。これはやばい。いや、これですよ、これ。これがメイラード中将なんです。しゃあ、もう食べていこう。少しだけ今の南蛮汁を片栗粉。これはエロい。南蛮だれ完成。うわー、ほっかほっかて。水多めの柔らかめに炊いた米が一番ぐっちゃぐちゃする。これはたまりませんな。うまっ。ペル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 。じゃあタルタラしていただきます。こちらチーズ。待って。よし、できた。オッケー、できた。完成しました。でもなんか暑いんですけど、めっちゃセミミン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 泣いてる。ミン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 。ミンミンオンリーミン。ミンミンミン。宮崎県民の人へ、宮崎県のチキン南蛮を作ったので、いただきます。これは絶対うまい。長友、見てる？宮崎に角煮持ち込んだよ。まあ、撮ってんの沖縄だけど。おわ、美味しそう。もはやタルタルがたっぷり染み込みすぎて原型がとどめられていない豚の角煮を。これは絶対美味しい。オンザライジングして。美味しそう。いただきます。今まで食べた角煮の中で一番美味しい。うわ、びっくりした。手げうめえ。合ってる宮崎の人。待って、本当に美味しい。この豚の角煮がめっちゃ柔らかいの。ほら、箸で縦断できるわけさ。日本列島縦断中なんですけど、ほら、もうすっごく柔らかい。崩れちゃった。で、このタルタルの海に沈めちゃってね。この南蛮液と豚油、そしてタルタルが三位一体になったのが本当に美味しくて、これを、うわダメだこりゃ。これ絶対美味しい。崩れちゃう。崩れ。結局ご飯しか取れない。このレシピは参考にしたっていうか、宮崎の人からちょっと聞いたんだけど、宮崎のタルタルはちょっと甘いらしいわけさ。だから俺もそれに倣ってタルタルソースに砂糖を入れたわけさ。そしたらめちゃくちゃいい感じに美味しい。南蛮液もめっちゃ砂糖入れたから甘いのかなーってちょっと心配になってたんだけど、でもこの甘さがちょうどいい。あと、いつもの豚の角煮に酢を入れてるからさっぱりしてるんだけど、甘みもあるから、このコントラストでめちゃくちゃ美味しくいただける。最高。うわ、待って、宮崎県のチキン南蛮美味しいなー。洋平さん、あなたが食べてるのは今豚の角煮です。宮崎の友達にチキン南蛮食べるんだったらどこがいいって聞いたら、小倉ってところがいいよって聞いたんで、調べて小倉ってところもレシピ公開してたんですよ。やっぱそこもタルタルソースには砂糖入れてましたね。はい、めちゃくちゃ美味しい。あとちょっとね、豚の角煮を焼いたさ、あれも効果てきめんだった。美味しい。
余ったタルタルを余ったるタル、いやこの上ない贅沢だよ。いただきます。美味しい。あー、焦がした貝がありました。めちゃくちゃいい。これをわ縦割りができるんですよ。本当に柔らかい豚の角煮は。先生できませんでした。ごめんなさい。これチーズタルタルね。チータル。チーズソース自体が味が濃いんだけど、砂糖入れたからいいぐらいのマイルドになってるんだはず。いただきます。うますぎてげうめえ。宮崎の友達よ、その人が言うにはね、なんとかやろうとか、そうなんみたいな、そういう感じのイントネーションでしたね。あ、宮崎ってこういう感じなんだって思いましたね。一旦縫い町がって言ったら、何言ってんのか分かんないって言われました。その意味ですって言ってよ。うんまっ。死にうまいやつさ。これ普通のタルタルね。単品でいただく。タルタル単品で。タルタルだけでご飯2000粒ぐらいいけるよ。やばい。チャーナランやつだ。これデージ米進む。本当に美味しい。これマイケルじゃなくて、違う冗談じゃなくて、リアル過去一食べた角煮の中で一番美味しい。で、めっちゃ嬉しい。チキン南蛮風角煮マジでうまい。店出そうかな。資格とか責任とか持ってくる。いや、やめとこう。美味しい。本当にこういう風に表面を焼いたことによって少し油が出て、その油で高温になって表面がカリッとするわけさ。めちゃくちゃ良かった。で、その分ちょっと硬さは出てくるけど、めちゃくちゃトロットロな豚の角煮今日です。私それしか食べることができませんっていう方以外はやってみる価値はあります。すげえ。もうプルンプルン。チーズタルタルにディップ。宮崎んちこれデージ最高やしさ、死にうまいよ本当に最高。ぜひみんなやってみて、角煮作れるよって人だったらマジ今日やってみてほしい。南蛮酢のタレはいつもの俺のレシピの日本酒、料理酒、泡盛を酢に変えて、あとはもう砂糖とか醤油の分量一緒だからぜひやってみてほしい。で、あとタルタルは絶対自分で作った方が美味しい。これはマジで言える。某企業のキューピ言ってた。普通の市販のやつよりもやっぱ自分好みにカスタマイズできるから最高よ本当に。そういえば髪切ったわけさ。あんま違いわからんと思うけど、電話してから、ごめんなさい、5分ぐらい遅れるんですけどって電話したら、いいですよって言ってくれてさ。で、その髪切ってもらう時にも、ごめんなさい、実はこうやって撮影してて、ちょっと押しちゃって、自分の管理不足だったんですけど、申し訳ございませんって言ったらさ、全然いいですよって。死に優しい。デージ優しい。なんでこんなに優しいわけ？なんでこんなに優しいわけ？なんでこんなに優しいわけ？カジマヤ祝いのおばぐらい優しいわ。死にかんでさ。ソリソリ、アイムソリ、ヒゲソリ、小泉ソリ、増税メガネ、こんにちは。うわー、すっごい美味しい。この南蛮酢が染み込んだタルタルがしこたまうまい。マジで。で、これちょっと透明のやつがあるわけさ。この透明のやつは彼から出た油なんですけど、この油がね、マヨネーズとチーズの脂質をボコーンって足してくれるので、コクマックスでございます。言い方思いついた。このちょっと残ったタルタルをどうなっちゃうの？マヨチーズタルタル。卵の黄身とマヨネーズ、チーズの脂質が三位一体最高でございます。もうこれはやばい。誰も止められんぜ。いやー、いただきます。世の中一ギルティーな男、イジュです。いただきます。
わかる？見たでしょ今の。YouTube がよ、視覚聴覚以外の五感を伝える機能があったら、真っ先に味覚を伝えたいです。あと嗅覚も。もうめちゃくちゃ美味しい。本当にやばい。触覚は最後でいいです。触覚はそういうアダルトサイトだけつけてもらえれば OK ですけど、もう本当に美味しい。絶対伝わってほしい。まあやばい。ペリーが長崎に黒船来航した時ぐらい美味しかった。あれザビエルだっけ？もうわかんないんですけど、それぐらい美味しい。衝撃的な美味しさ。そうだ、前回の動画でさ、山賊焼きやったんだけどさ、作った山賊焼きが信じられないぐらいに生焼けだったわけさ。で、それで一応ちょっと食べたんだけど、なんか今日よ、お腹の調子が死に悪い。デージ朝起きた時からわたぐるぐるするわけさ。むやがや、昨日何食べたかなあ、手びちそば食べたから手びちそばかなと思ったら、違うよや、カンピロバクターとか、何だったっけあれ、サイリウムじゃない。サルモネラ菌そういう系が多分お腹の中で騒いでるんだはず。死にうまい。いやーもうこれダメだ。明日、体重10キロ増えます。そう。角煮はもう前座です。それぐらいこれが一番美味しいかな。宮崎んちよ。で、実際こうやってさ、ジョターがデージ美味しいチキン南蛮を世の中、日本中に広めてくれたことによって、もう、豚の角煮に早変わりしました。そのおかげで私の口と脳みそは大満足させていただきました。死に美味しいですさ。マジで感謝にフェーデビルありがとう。タルタルソースの語源は中央アジアのタタール民族、つまりモンゴル人のようです。タルタルソースっていうのはフランス語でタルタルっていう異国風っていう意味合いがあるらしいですね。だから別にマヨネーズを必ず使わんくても、チーズって多分海外から伝来したものさ。だからこれを見てるみんなもしゃしゃってから、なんかこいつチーズ使ってる、マヨネーズ使ってないじゃん。これタルタルって言えないじゃん。なんてことは言わないようにしてくださいね。美味しければそれでいいんです。はい。延岡市。美味しかったな。手毛うまかったです。どげんかせんといかん。ごちそうさまでした。もう最高、宮崎県。